さあ、やっとここでリコーダーの登場になります。次はですね、リコーダーを使って実際にこの腹式呼吸を使った、腹式呼吸ですね、この辺の周りの筋肉、お腹の腹筋、背筋、それでこう不意語のように押して空気の圧力をコントロールするというような作業なんですけれども、昔からブラスバンドの人たちだけじゃないかもしれません。皆さんですね、一生懸命腹筋をしたりとか走ったりとかっていうようなことをするとは思うんですけれども、やっぱりでも実際ですね、使う筋肉というのはそこだけではありませんので、そこも使うんですよ。だから一生懸命走ったりとか腹筋したりとかするっていうのも実際とても大事なんですが、でもですね、やはり使う筋肉を直接鍛えるということが管楽器では大事になってきます。でここでですね、さまざまなモダンの楽器ですね、クラリネットやサキソフォンなど、いろいろ木管楽器あると思うんですけれども、その木管楽器がやる方法なんですけれども、高音、もう今使うのは超高音ですけれども、高音の音と超低音、この音を行き来するということをすることによってお腹周りの筋肉を鍛えるという方法があります。これ通称、私の生徒はみんな言ってるんですけど、ピブーと言います。ピブーとは何だろう、みんなもうピブーというと魔法の言葉のように思うんですけれどもね、ピブーを皆さんにここでご紹介したいと思います。まずはですね、皆さん指番号は大丈夫ですかね。後ろの穴が0で、前から1、2、3、4、5で、この豚鼻で2つの穴のところ6で7で、一番最後のこの穴、ほとんど今ね使わないと思いますが8となります。で、何を使うかというと、ハーフゼロ、後ろサミングですね。サミングちょこっと開けます。これと1、左手の人差し指と右手の人差し指4、これを使って出る音があります。何かというと、高い高いドの音です。ちょっと出してみましょうかね。普通のドで、これの高い1オクターブ上の音、これよりもまだ高いんです。この1オクターブ上の音が今日使うピブーのピンになります。この音ね、有名なテレマンのヘチョウチョウの三楽章なんかにも出てきますし、あとは有名なところで言うとバッハのフルートパルティータですねの一楽章の一番最後、有名な書き上がるところがありますね。ところで一番最後に出てきたりとかもしますけれども、これダブルハイツェですね。この音を使って鍛えていきたいと思います。どうするかと言いますと、まず構えですね。構えは、サミング1と4です。できればですね、小指を6と7の間のギザギザのところに置いてください。で、手順はですね、まず面白い手順なんですけれども、これ練習だからなんですよ。ね、これ毎回演奏するときにやるわけではありません。これ注意してくださいね。これやるとみんな演奏の途中もこれで息するんですかって言うんですけれども、そうではなく、この練習のためにやる呼吸なんですが、この歌口のところから吸うという作業をします。ストローから吸ってるような感じになりますね。こんな感じです。うどんを吸うような感じなんですけれども、音がするぐらいで、しかも早くですね、吸ってもらいます。でそのまんまふっとタンニングも何もせずにふっと音を出します。それで上のピブーのピを出してみます。これイメージはですね、ここの
手の上にね、例えば手っていうか腕の上にゴミがあったとして、これをというふうに飛ばすような、こういうイメージです。実際どうなるかやってみましょう。わかりましたか？ここから吸って、そのままふっと吐きます。で、ここでポイントはですね、まずもちろん先ほどまで一生懸命勉強しましたので、肩を上げたり胸をこう膨らましたりするっていうことは NG です。で、もう一つはですね、大事なことはですね、ブランコのようにね、吸ったらすぐ吐きます。短い間にたくさん吸って、そのままふっというふうに吐くというようなことが大事になってきます。で、これがなんで大事か。なぜここから吸うのかということなんですけれども、考えてよく聞きますね。喉を開いて演奏しましょう。でも、喉開いてって言うんですけど、で、実際喉開かなきゃいけないんですが、これでですね、さあじゃあ皆さん、喉開いてください。閉じてください。はい、じゃあまた開いてください。なんて言ったってできる人いないですよね。ここがポイントです。喉は意識的にこう開くっていうのはなかなか難しいんですよね。で、ここでこの練習が役に立つんですけれども、ここからこう狭いところからたくさん吸おうとすると、圧力を上げようと思って人間のこの喉がガッと開いて、それで圧力を上げて吸うようになるんですね。ですのでこれ実はここのから吸うっていうことは喉を開く作業をしています。でもですね、これだからこうやって止めてしまうと、せっかく開いた喉が閉じてしまうんですね。今はだからこの喉が開く感覚を覚えていただきたいので、しかもその状態で吹いてもらいたいので、必ず止めずにブランコが帰ってくるようにふっといきます。もう一回やってみましょう。皆さんどうでしょう？これちゃんと今の手順が踏めていれば誰でも出ると思います。一つ注意がありますね。これね、一つ注意があります。なんでかというと、これものすごい音が大きいです。ですので、ちょっと周りに気遣いが必要かもしれませんね。カラオケとかですね、練習できる場所、なかなか今はないかもしれませんが、そういうところでやってみるといいかもしれませんね。で、これはですね、これからあと2つ、進むものがあり、工程があります。今、ピブっていうふうに言いましたが、これピブのピしかやってませんね。ここで大事になってくる次の段階。これはだからさっきの練習の続きです。だから前の手順を必ず踏んでください。これももう一つ大事ですね。これやり始めると、やっぱり突然ね、ここから吸わなくなったりとかっていうことになりますので、そうならないように気をつけて練習してみましょう。ピブはどうするかと言いますと、下のソに行きます。0、1、2、3、4、5、6ですね。後ろサミングは、閉じて、それで、この中指と薬指を下げるという作業です。まず指だけやってみましょう。これやるとですね、指にすごく力が入っちゃって意味がなくなってしまうので、指に力はいりません。ね。だから上のダブルハイツ A から下のゲーに行きます。ね、指だけ練習します。ピーブー、ピーブー。指は塞がればいいので、穴は塞がればいいですので、こうね、指に力はいりません。で、これをやってさっきの続きで、吸って、この歌口から吸って、ふーっとタンギングをしないで吹いて、で、そのままタンギングを何もしないで吹いたまま下のソに行きます。やってみます。ピブーです。わかりましたか？こんな感じです。もう一度いきます。
こでポイントはですね、先ほどの手順を踏むということと、この後は何かというと、下の層が出ている時にお腹膨らましますね。さあ、息で吸います。腹式呼吸で吸って、で、膨らましたら、膨らましっぱなしにするというのが、管楽器で大事な腹式呼吸になります。これすごい大事なところなんですが、管楽器の腹式呼吸と歌の腹式呼吸、似てるようで微妙に違うんですね。ここの部分がポイントなんですが、管楽器の場合はですね、空気の圧力をコントロールしなきゃいけないということですので、我々これをダブルサポートと言ってますけれども、横隔膜を下げてお腹を膨らまします。で、膨らますことによって、この周り、肺が下の方に来るわけですよね。で、腹筋と背筋で押したり、こう、引いたり、こう調整して圧力をコントロールするということになります。ですので、横隔膜が上がってきてしまうと、この使える筋肉、周りの使える筋肉というのがどんどん減っていくんですね。となると、自然に空気の圧力が下がっていくということになります。リコーダー厳しいのはですね、空気の圧力が下がるイコールそのまんま音程が下がるということになりますので、これはもう非常にまずいっていうことになりますよね。だからキーボードで例えれば、弾いてるうちにどんどん音程が下がっていく。だから何の音程だかわからない。私の昔の先生が言ってましたけれども、音程が悪いと吹いてる意味がない。厳しいですね。とっても厳しいです。でも、そういうものですよね。ということなので、これはリコーダーやっていてまずい部分になるわけですよね。ということなので、音程が下がらないようにする。音をずっと持続する。だからリコーダーってこの音を持続する、音程を持続するっていうことは非常に難しい楽器なんですよね。で、そのためにこの腹式呼吸が、完璧な腹式呼吸が必要なんです。リコーダーは、私はですね、何だと思ってるかというと、息の芸術だと思っています。この息の圧力をもう本当にすごい正確にコントロールできることによって、音程、音量、音色などいろいろ様々に変えることができるんですけれども、これができない限りどれもコントロールできないんですね。ということですので、ここの部分すごく大事なんですが、横隔膜を下げて、でこの周りの筋肉をずっと使いたいので、下げたら下げっぱなしにキープする。下げるという作業とキープするという作業。これでダブルサポートと言っていますが、これをするということが管楽器全般で非常に大事な部分になってきます。で、ここで先ほど歌とは違うと言いましたが、歌の場合はですね、その空気の圧力をコントロールするっていう点がいりませんので、お腹そのまんま下げっぱなしにするということはですね、どういうことかというと、ここに力が入りますので、ね、私この演奏してる時は、どんなに叩かれても耐えられます。そのくらいお腹に力を入れています。ね。でもこれをやってしまうと、歌の場合は体が楽器ですので、声がね、出にくくなってしまう、固まってしまう、いい声が出てこなくなるんですね。ということですので、歌の場合は上げたり下げたりということを自由にするということ。それでもこの、横隔膜と、あとこのあれですね、周りの、筋肉を使っていくというようなことだということですね。これは私は恵まれたことに、私のスイス時代の先生ですね、巨匠ケース・ブッケ先生ですけれども、ケース・ブッケ先生はもちろんリコーダーの先生なんですけれども、その奥様ですね、ジル・フェルドマンさんという方が歌の名手なんですね、名歌手なんですね。で、奥様とケース先生がよくお話をするということで、この腹式呼吸の違いについて話して、こういう結論に至っているという話を伺いました。それではもう一度ビブいってみます。ここから吸いますね。
ここで気をつけてほしいのは、さっき言ったお腹に力が入っていなかったり上半身に力が入っている場合、上半身に力が入るとどうなるかというと、そのままそれが喉の震えになります。喉の震えはすぐに音の震えとなりますので、リコーダーは厳禁です。これができていないと音がこうなってしまいます。ですので、しっかりまっすぐ息を出して、でお腹にしっかり力を入れる。そうするとこの管が全体になる、ブーッとなるこのいい音が出るので試してみてください。もう一度言ってみます。こんな感じです。いかがでしょう？できましたでしょうか？できない場合は何度も何度も練習してみるとうまくいってくると思います。さて、ピブーは実はこのピブーだけで終わらないんですね。この最後の段階があります。ピブー、ピッと上に戻ります。ダブルハイツ A から下のゲーに行って、その後もう一度ダブルハイツ A に戻ります。こんな感じです。いかがでしょう？ここでポイントなんですけれども、戻る時にだけ力を入れるというのではなく、ずっとお腹に力を入れて、でポンと上に戻っていくという。そこだけ力を入れてしまうとどうなるかというと、みたいな感じでこう力が無駄に全体に入るような形になるんですけども、そうではなく重心を落としてというふうに戻ってこれるように練習するというのがポイントになります。ここで、練習4番目の練習ですけれども、このお腹に力が入っているかどうかというのを確認するのにいい練習ですね。これ今度はちょっと練習ですけれども、片手で持ちます。上のドの音、ハーフ0123。これで持って、吹いてる時にお腹をこうポンポン叩いてみます。これで音がほえほえほえという風になってしまったら、その人はお腹に力が入ってないという証拠ですね。こんな感じです。で僕がいくら叩いても音が揺れないっていうのがよく分かったと思います。このくらいにしっかり力を入れていると、リコーダーしっかりした音になりますし、いろんな時代にコントロールが、息圧のコントロールができますので、頑張ってみてください。さて、これからは今さっきの練習の応用になります。上のダブルハイツ A を揺らします。ウォー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 。で、それからすぐに下に行きますね。下のその音にウォー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 。で、それができたらウォー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 と上をまた揺らします。で、下にこう行く。これを繰り返します。やってみます。これ上のこの振れ幅と下の振れ幅ずいぶん違いますね。でも綺麗な波を作るということが大事です。早くやると、
んな風に上と下でしっかり、波を作ると、これはこれでここの筋肉がすごく鍛えられますね。さあこれでもう一個最後鍛える練習ですね。いってみます。今度はもう行ったり来たりします。もうなんか救急車のようですね。こんな感じです。例えばもしくはこんな風に行ったり来たりするととてもお腹が鍛えられるので練習してみてください。次はですね、これは本当に場所を選びます。高いレの音、高いファの音、高いソの音をやってみます。一番初めは高いドの音ですね。これで超高音ロングトーンですね。これはもう本当に息がものすごいスピードで出ていきます。できるだけ長く伸ばして、限界に挑戦してみてください。まずは先ほどのダブルハイツェハーフゼロ、1、4の音でできるだけ伸ばしてみましょう。これはもうここから吸う必要はありません。次はですね、ダブルハイデーです。レの音。ハーフゼロ、1、3、4、5、6ハーフです。これで高いレの音が出ます。ドよりも大変です。この音はちょっと楽器によって出にくい楽器もあるかもしれませんけれども、試してみてください。これよりも高い音、ダブルハイ F。これはですね、ハーフゼロ、2、6です。これはもっともっと大変です。頑張ってみましょう。僕結構息が長い方なんですけれども、これはもうこのくらいしか持ちませんね。さて最後、ダブルハイゲー。これは上の高いソと同じ指ですね。ハーフゼロ、1、3、4、6です。これはもうとっても大変です。頑張ってみましょう。いかがでしょうか。もう本当にこれ、鍛えられますので、これは本当に場所を選びますけれども、近所に迷惑にならない場所で、探して、練習してみてください。これ本当にここのお腹に一発で効きます。長年このピブいろいろやってきたんですけれども、やはり場所を選ぶということで非常に困るんですよね。でここでもうずっとなんかもっと手軽に、しかもしっかり効果が出てあまりうるさくない練習ができないかなと思いまして、これがですね1年ほど前に開発してしまいました。名付けて清水明のセロテープ芸というと、何を言ってるんだろうかという話。この話が出ると結局年がバレるんですよね。清水明さん
という方がいらっしゃったんですけども、その方がですねやっていたセロテープ芸というなんかこう面白いネーミングが欲しかったんですよね。 PV と違う形で欲しかったので、こういう名前を付けたんですけれども、これはですね文字通りセロテープを使った練習です。で、セロテープ、何でもいいと思うんですけれども、ナイロンの普通のテープでもいいですし、こういうマスキングテープなどを使って、やるといいと思うんですけれども、まずはマスキングテープを、このくらいですね、このくらいに切っておきます。それで歌口のところですね、右でも左でも構わないんですが、だいたい上のこの天井とブロックの間のこの幅と同じぐらい、正方形の形になるような形で、くっつけて埋めます。こういう感じです。で、これで拭くというのはですね、非常に大変。どんな感じになるか見てみましょう。お分かりいただけますでしょうか。私結構圧力強い方だと思うんですけれども、もうねこれずっとこうしっかり拭かないとすごい難しいんです。この小さい穴の中に思いっきり圧力をかけますので、すごく大変です。で、ここでポイントはなんていうような感じで、優しく吹いても何の意味もありません。ね、オーボエ奏者のようにしっかり穴に圧力をかけてやるということがあなたの腹筋を鍛えることになります。もう一度やってみましょう。ということで、こういうふうな器具を使ってですね、練習するという。で、シュー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 音が鳴るぐらいが理想ですね。これぐらいの感じでしっかり吹いて練習すると、もうね、これ5分ぐらいやっただけで、これ取り外すと、あら不思議。ものすごい圧力が出ることになるんですよね。これ本当に効果的な練習ですので、息が支えられなくて困ったなとかっていう人には、非常におすすめです。ただ注意点2点ぐらいありますね。ちょっとこれ通常よりも圧力をかける練習になりますので、ちょっと高血圧の方とかちょっとなんか頭に血が上っちゃいそうだななんて思う方はもしやるときはですね、この幅ですね、セロテープの貼る幅を調節すると、その方に合った圧力をかけることができます。ですので、こうやって重量上げと一緒で、小さければ小さいほど、多分ミニマムで正方形ぐらいなんですけれども、ちょっとそれよりも楽にしたいわっていう場合は、もうちょっと開けてみたりとかっていうようなことをするといいかもしれませんね。あんまり頭に血が上らない程度にやりましょう。で、それともう一つはですね、セロテープを使いますので、セロテープ貼ったままだと、プラスチックのリコーダーでもそうだと思うんですけれども、その粘着の部分がですね、そのままくっついちゃったりとかしちゃう場合がありますので、この場合は練習するたんびに、セロテープないしマスキングテープですねをつけたり剥がしたりするといいと思います。練習してみてください。さて、最後の練習になります。最後はですね、今までずっとパワー系の練習ばかりでした。パワー、瞬発力ですね。で、その時のバンとこう出る力。
でそれによって鍛える筋肉があると思うんですけれども、筋肉には2つ種類がありますね。そうやって力を出すという筋肉と、あと持続させる筋肉。リコーダーは当然ながら圧力を保っていかなきゃいけませんので、この保つ持続力を養うための練習も必要になってきます。最後の練習はこのための練習になります。名付けてフラジオと呼んでおりますが、フラジオレッドって奏法、例えば弦楽器なんかであるんですけれども、ご存知でしょうか。有名なバイオリンのチャルダッシュですね。チャタンタンタンタタタラランなんていうところの真ん中の部分のところで裏声のように弦を軽く触って、ギターでいうハーモニクスというものになると思うんですけれども、それを使って出す高い音、ああいう感じの奏法がリコーダーにもあります。これフラジオと我々は呼んでるんですけれども、例えば真ん中のソの指ですね、2の、この音なんですが、普通の圧力のところからどんどん圧力を下げていきます。で下げていって、その本当に息が切れる直前ですね、もう本当に紙1枚みたいな、そのくらいのところで途端に音量がぐーっと下がっていって、最後にポーッと出る音があるんです。聞いてみてください。不思議ですよね。でこの練習はですね、この最後のポーッと出るこの音をずっと保ちます。これはですね、しっかりお腹で支えるという、力を入れて支えるということがすごく大事なことと、あとは上半身に力が入らないということが必須になります。上の方の力が入って、この喉に力が入ってしまうと、途端にその揺れが邪魔をして、この音が途切れてしまいます。もう一度やってみましょう。いかがでしょう。でここで注意しなきゃいけないところというのはどういうところになるかと言いますと、息圧を下げていくと、そのフラジオが出る手前のところですね、音がふにょ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 というような場所があります。私はこれを糸ミミズ地帯と言ってるんですけれども、この糸ミミズ地帯を抜けないとこのフラジオは出ないので注意してみてください。糸ミミズ地帯というのはこんなところです。この音がしている場合はまだまだ息圧が足りてません。ね、ここを超えるといいフラジオの音が出てきます。いかがでしょう。これ保つのとっても大変です。もう修行僧のように吹かなきゃいけないので、しっかり重心を下げて上半身に力を入れないようにしてみましょう。でこれはですね、ソから始まるんですけれども、ソ、ファのシャープ、というような感じですね。これ音が下がれば下がるほど、半音ずつ下がっていただいて結構だと思うんですけれども、音が下がれば下がるほど、このドまでぐらいだと思うんですが、ドは本当に難しいです、出すの。
そうだけでもすごい大変なんですが、動画がしっかり出せるという人は、かなり、レベルの高い方なんではないでしょうか。ここでもしこのフラジオを使って曲が吹けたら、あなたはもう免許皆伝です。例えばさて、フラジオの練習、皆さんいかがでしたか？ソの音でも出たら、あなたはなかなかの方ではないでしょうかね。今日はですね、まずは腹式呼吸のメカニズムを知っていただいて、それをどのように練習して鍛えていけばいいのかということを学びました。でそしてまた実際にリコーダーを使ってどのように練習していけばいいのかということを勉強しましたね。ピブなんかもやりましたし、セロテープ芸もやりましたね。それに加えてフラジオですね。これどの練習もとっても大事です。一つ一つちょっと難しいかもしれませんが、諦めないでやると本当に一つ一つ効果が出ます。でしかもですね、きっとリコーダーの方じゃなくてもリコーダーちょっと買ってきていただいて、プラスチックのリコーダーですから3000円ぐらいで買えます。でそちらで練習していただくと、きっとね、他の楽器の方にも役に立つような練習だったのではないでしょうか。ということで、最後まで諦めずにやっていただければきっといい練習になると思いますので、ぜひ諦めずにやってみてください。さて、第1回腹式呼吸のまとめです。1、腹式呼吸と胸式呼吸の違いを知りましょう。2、お腹を膨らませるだけではなく、それを維持するダブルサポートを意識しましょう。3、リコーダーを吹くときは、たとえ指の練習であっても必ずお腹の膨らみを維持しましょう。4つ目、息のこの支えは筋肉を使いますので、しっかりいろいろなトレーニングをして鍛えることがとても重要だということを忘れないでください。なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座、いかがでしたでしょうか？私の情報はこちら。LINE アット公式アカウント、魂のリコーダー奏者変母陽一にて最新の情報をお届けしています。ぜひご登録ください。また Twitter や Instagram もありますのでご覧いただければと思います。それでは、なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座でまたお会いしましょう。アディオース。